どうも、前回は、ハートやインベントリを増やしましたが、もう一個似たアイテムがありました。インベントリークラフティングテーブル。ボタンがまた一個増えました。これで、どこでもクラフティングテーブルが使えるようになります。便利。さて、ニュートリウムも集まってきたので、次のアイテムに進みましょう。ニュートリウムコンプレッサーを作成。これは、中に金属ブロックを大量に入れると、専用の中間素材を作ることができます。金属ブロックが各1万2000くらい必要です。在庫のあるブロックは、そのままドロワー倉庫から、コントローラースレイブ経由で搬入します。まずは鉄ブロック。フィルタに登録して、ポチッとな。おお、流れてますねー。このアイテムは、1個だけ作ればいいので、余分に搬入しないようにしたいんですが、ただ待つにはちょっと時間がかかりすぎますね。あれ？搬入はできても、内部処理にちょっと時間がかかるのか。加速してあげると、ちゃんと速くなりますね。それでもやっぱり待つのには長い。時計でどのくらい速くなるかな？おお、めっちゃ速い。これなら待ってて良さそう。しばらく待って、そろそろ完成しそうです。お、もう少し。完成しました。あ、止めなきゃ。余分に搬入したやつは無駄になっちゃいますね。これを、必要素材の分だけ繰り返します。なかなか大変そう。とりあえず配置。エンデストパールも作れたので作って、あとは持ってたアイテムも配置してみました。変わった素材が多いですね。レコードを砕いたやつも素材になります。他の用途はないので全部置いときましょ。あと作れるのはこれ。材料はある程度まともなんですが、ニュートリウム入っちゃってるんですよね。そして隠し満腹度の回復量がおかしい。食べてみたいようなやばいような。これも置いておきます。あとはまた金属の圧縮に戻るんですが、半端に鉄が入っているので、一旦リセットしないとダメです。特にリセット方法はなさそうなので一旦破壊。金ブロック投入。そして加速。あ、なんか止まった。まだ途中ですね。金の在庫がなくなっちゃいました。まあ、なくなっても変換すれば大丈夫。EMC を詰め込んでいたコンデンサーを設置して、金ブロックに変換。なくなっているように見えますが、多分足りるでしょ。よしよし。時計で加速して、完成が近づいてきたら、時計を停止。そろそろですね。もうちょい。よしこっちも停止。おお、いい感じのところで止まりました。残りは手動で搬入します。あと10個。って違う、あと1000個でした。ぴったりに合わせるのは結構面倒ですね。よしできた。ぴったりで作ると再設置とかしなくていいですね。と、残りの作業は同じことの繰り返しなのでざっくりカット。一部のブロックはそのまま材料になります。あと足りていない材料も作りましょう。マグマクルーシブルにレッドストーンを入れて溶かして、エレクトラムと混ぜて、インダクションスメルターで砂と一緒に焼いて、フラックスエレクトラムインゴットを作成。一つ作れば増やせますからね。ブロックにして変換して搬入。これで残すは一つとなりました。多分これが一番作るのが大変だと思います。現状揃っているのがこれだけ。まずはウォーターシードと、ファイヤーシードを作成。すぐに成長するかと思ったら、時計は移動したんでした。でも十分早いですね。加速してエッセンスを収穫。
これも並べてあとは、各種野菜類が必要になるので、マーケットで購入します。しかしこれ、種が似てるので探すのがとても大変です。いちいち名前を確認しないとわかりませんね。とりあえず一つ見つけました。場所の確保が面倒なので、盆栽ポットで育てます。時計の効果範囲に設置。なんかおかしいですね。加速でなんだかおかしくなっていたので、場所を変えてチェストを置いて回収します。これなら大丈夫でしょ。回収されてます。ドラゴンフルーツ。他にも色々必要ですが、探すのが大変なので、先に全部買うことにしました。倉庫に入れてから検索機能を使った方が早いです。エメラルドも無限に湧いてきますからね。種がいっぱい。一体何種類あるんでしょうね。というわけで、必要なのはナス。料理もしないといけないので、ポットで骨を加工してストックを作って、牛乳から生クリームを作って、人参スープの完成。次はジューサーからの、ケチャップを作成。美味しそうなミートローフができました。ミートローフってパンも使うっけ？次の材料はパンプキン。バニラのやつじゃないので、これで変換できるようですね。次の料理はビートスープからの、ビートルートスープ。ってこれなんか遠回りしたような？単体クラフトするだけで回復量が増えました。あとは、ビーフジャーキー作って、やっと終わりが見えてきました。次の素材がコーラスフルーツなので、エンドまで取りに行きましょう。ジェム装備してると、お腹も空かないのでケーキが食べられませんでした。スパイクでダメージ受けてお腹を空かせましょう。もうちょい。では、エンドへ。装備脱いでるので急いでお着替え。よし。装備を着るだけでお腹がいっぱいになるなぞ。エンドラは倒す意味ないので無視しちゃいましょ。遠くの島まで移動。ジェム装備の飛行ってちょっと癖がありますね。クリエ飛行モードと、ただの空中ジャンプ状態で違うようですね。真っ暗で今どこにいるのかわからない恐怖。しばらく飛んでたら無事に到着しました。コーラスフルーツ確保。下から壊すだけだとコーラスフラワーが取れないんだっけか。フラワーも使うかもしれないので念のため確保。あとは増やせるので大丈夫でしょ。ここならエンドラもいないので、レシーバーを置いておきましょう。名前をつけて。これで、エンドに行くたびにスパイクでダメージ受ける必要がなくなります。では撤収。と、わざわざエンドまで行ってきましたが、実はルートバックから出てました。まあ、エンドにはまた行くのでいいか。そして最後の料理、ラビットシチュー。ついに完成、アルティメットシチュー。隠し満腹度の回復量がおかしいです。これは本当に食べて大丈夫なのかな？というわけで、できました、インフィニティカタリスト。これには EMC が設定してあるので、一つ作れば、あとは増やせます。ただし、34億 EMC ですけどね。ここからがアバリティアの始まりです。ってあれ？クエストクリアになりません。手前のクエストをクリアしていないのか。一旦ニュートロンコレクターを回収して。おや？加速でおかしくなったかな？時計を回収。これでどうかな？なんかおかしい。これはやばい感じですね。こっちの時計も回収。ダメな予感。再起動してきました。ちゃんとクリアになりましたね。よかった。
あ、ニュートロンのクエストはクリア済みだったか、ラグってただけのようです。といったところで、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。